分子料理学という料理と科学が混ざり合う不思議な世界へ深く潜ってみよう。食べ物の味や食感がどうして生まれるのか、そしてそれをどうやって再現できるのか、一緒に探っていく。まずはこの学問がどこから来たのか話そう。80年代初め、フランスパリの国立農学研究所、通称インダ・レールベ・キスという若い研究者が料理の手順を徹底的に調べ始めた。彼は主婦たちが代々受け継いだコツを25000件以上リスト化し、それらが実際にどんな化学反応や物理変化を起こすか実験で確かめた。その結果、料理は経験則だけでなく分子レベルで説明できる科学だと確信し、モレキュラル・ガストロノミーという名前で新しい学問領域を提案した。エルベ・キスの定義はシンプルだ。調理で食品がどう変わるかを分子レベルで解明し、再現できる形で示すことだ。目的は、料理人が直感だけでなく客観的根拠に基づいて技術を磨けるようにすること。そこで熱の伝わり方やエマルジョン、ゲル化、球体化、泡浄化といったさまざまな物理化学現象を体系的に分析した。同時期に活躍したハロルド・マギーの著書、オン・フード・クッキングも大きな影響を与えた。マギーは料理に潜む科学を平易に解説し、モレキュラル・ガストロノミーの概念を広く普及させた。二人の協力は、料理界だけでなく食品科学全体に新しい視点をもたらした。次に代表的な化学反応を見てみよう。マイヤール反応は加熱時にアミノ酸と還元糖が結びつき、香ばしい褐色と独特の風味を生む。エルベ・キスは温度、時間、pH がこの反応に与える影響を測定し、最適条件を数値化した。ナタン・マイヘルボルトはその知見をさらに細分化し、温度を150度から180度、時間を数秒から数分にほど調整することで、香りや色合いを自在にコントロールできることを示した。エマルジョンは油と水という本来混ざらない液体を安定させる技術だ。エルベ・キスは卵黄やレシチンといった天然乳化剤の働きを解明し、濃度と攪拌方法で最も安定したエマルジョンを作る条件をまとめた。この知見は、スペインのシェフ、フェラン・アドリアが考案した球体化や泡浄化の土台となった。アドリアはエマルジョンの原理を利用し、アルギン酸とカルシウムイオンの反応で液体を薄い膜で包んだスフェリフィケーションの球体を作り、口に入れた瞬間に中身が爆発的に放出される驚きの食感を実現した。ゲル化はポリマーと金属イオンの結合で液体を固体に変える技術だ。アルギン酸ナトリウムとカルシウム塩の組み合わせは低温でも速やかにゲル層を作る。アドリアはこれを使い、野菜ジュースやフルーツピューレを透明な球体に閉じ込め、見た目と味覚の二重層を演出した。エルベ・キスはゼラチンやカラギーナンの濃度依存性を解析し、硬さや弾力を数値で予測できるモデルを構築した。泡浄化、つまりフォームは気体を液体に分散させて泡にする技術だ。表面張力を下げる界面活性剤と攪拌エネルギーのバランスが重要で、泡の大きさや寿命は流体の条件に左右される。エルベ・キスは卵白やレシチンを使ったフォームの安定性を測定し、温度や pH が泡の崩壊速度に与える影響を定量化した。アドリアはこの知見を応用し、チョコレートやチーズのエアレーションで軽やかな舌触りと浮遊感を提供した。熱の伝わり方は料理の根幹だ。エルベ・キスは熱エネルギーの移動を伝導、対流、放射の3つに分け、各係数を実測した。特に低温長時間調理、通称スービードは、熱伝導率が低い肉の中心部まで均一に熱を届ける理想的な方法として注目された。真空密封した袋に食材を入れ、63度で48時間加熱すると、タンパク質変性とコラーゲン溶解が最適化され、ジューシーさと柔らかさが同時に実現することが確認された。ナタン・マイヘルボルトはこの理論をさらに進化させ、食材の形状やサイズに応じた最適加熱曲線を自動生成できるシステムを開発した。実際の料理例を紹介しよう。
まずはナタン・マイヘルボルトが執筆したモダニスト・キュイジーヌ第1巻に掲載された真空調理の七面鳥だ。七面鳥は皮下脂肪を残したまま真空バッグに入れ、63度で48時間加熱する。内部温度はほぼ一定に保たれ、タンパク質はゆっくり変性しながら水分は保持される。加熱後に表面を高速で焼けば、カラメル化した皮がパリッとし、内部は絹のように滑らかになる。このプロセスは熱伝達とタンパク質変性の数式に基づいて設計され、再現性が極めて高い。続いてフェラン・アドリアがエルブリで考案したオリーブオイルのスフェリフィケーションだ。オリーブオイルに少量のアルギン酸ナトリウムを混ぜ、カルシウム塩の溶液に滴下すると瞬時に薄い膜が形成され、液体のまま球体になる。この球体を皿状で転がすと破裂し、オリーブオイルの芳醇な香りが口内に広がる。エルベ・キスが示したアルギン酸とカルシウムイオンの反応速度と pH の関係式を利用し、球体の厚さや破裂タイミングを精密にコントロールできる。フォームの応用例としてはチョコレート、フォームがある。チョコレートにレシチンと少量の炭酸ガスを加え、シフォン装置で攪拌すると細かな泡が無数にでき、軽やかなエア感が得られる。最適温度は摂氏27度から32度で、時間が経つと泡は徐々に崩れクリーミーなテクスチャーに変化する。エルベ・キスは泡の表面張力と粘度の関係式を実験で導き出し、最適な攪拌速度と添加剤比率を提示した。しかし、すべてが順調というわけではない。エルベ・キス自身が指摘したように、家庭や小規模レストランでの再現性には限界がある。真空調理器や遠心分離器、液体窒素といった装置は高価で、操作にも専門知識が必要だ。スフェリフィケーションに使うアルギン酸やカルシウム塩は、pH や温度の微妙な変化に敏感で、保存期間が短いという課題もある。マイヤール反応は温度管理が甘いと焦げすぎて苦みが出るし、低すぎると風味が十分に引き出せない。こうした技術ハードルは、分子料理学が広く普及するために乗り越えるべき壁だ。近年は AI と新素材の融合が進んでいる。ナタン・マイヘルボルトは、モダニスト・キュイジーヌで、熱伝達や拡散の数値シミュレーションを AI に委ねれば最適な調理パラメータを瞬時に算出できる未来像を描いた。例えば肉の部位ごとに異なる熱伝導率を入力すれば、AI が自動で加熱時間と温度を提案し、誰でも同じ品質のステーキを再現できる。また、個々の食習慣やアレルギー情報をもとに、パーソナライズドレシピを生成するプラットフォームも開発が進んでおり、糖尿病患者向けの低 GI 食やグルテンフリーのデザートがワンクリックで作れる時代が迫っている。新素材の分野でも画期的な取り組みが続く。エルベ・キスが集めた膨大な調理手順データをもとに、植物由来の代替肉や昆虫タンパク質を加工する技術が生まれ、3D プリンティングと組み合わせて食感や形状を自由にデザインできるスマートフードが登場した。ナノカプセル化技術を使えば、香り成分やビタミンを微細な粒子に閉じ込め、食べる瞬間にゆっくり放出させることが可能だ。これにより味覚や嗅覚だけでなく、舌の感覚すらプログラムできる新しい食体験が実現しつつある。技術が進むにつれて倫理や文化に関する議論も浮上している。遺伝子組み換え食品や培養肉への抵抗感は根強く、自然な食べ物との対立が顕在化している。フェラン・アドリアは科学手法を取り入れつつも、伝統的な料理文化を否定しない姿勢を貫き、料理は科学だけでなく感性でもある、と語り続けている。分子料理学が提供する新しい可能性は、既存の食文化とどう共存させるかが今後の鍵になるだろう。最後に、分子料理学がもたらした最大の成果は、料理という芸術を再現可能な科学へと昇華させたことだ。エルベ・キスの実験データ、ハロルド・マニーの普及活動、フェラン・アドリアの創造実装、ナタン・マイヘルボルトの体系化という4つの柱が、料理の物理、科学本質を明らかにし、
厨房の魔法を科学実践へと変えた。これにより、家庭のキッチンでもレストランのハイテク厨房でも、なぜその味が出るのかを問い、検証し、改良できる環境が整った。さて、ここまで聞いて皆さんにぜひ挑戦してほしいのが、スービードで調理する鶏胸肉だ。材料はシンプルに鶏胸肉、塩、黒胡椒、オリーブオイルだけ。鶏胸肉を真空バッグに入れ、63度で48時間じっくり加熱する。時間ができたら仕上げに高温のフライパンで1分ほど焼き、皮をカリッとさせる。そこにレモン汁をひとたらしすれば、ジューシーさと酸味が絶妙に混ざり合い、科学と芸術が合わさった最高の一皿になる。時間がないときは60度で2時間という短縮版でも、柔らかさは十分に感じられるはずだ。次に、お家でも簡単に作れるエマルジョンスープをご紹介する。熟したアボカド半分と低脂肪牛乳に 100ml、レシチン小さじ1、塩少々をブレンダーに入れ、最高速で30秒間混ぜ合わせる。出来上がったスープはクリーミーな口当たりで、アボカドの甘みと牛乳のまろやかさが調和する。レシチンが油と水を微細な粒子として均一に結びつけることで、滑らかな質感が生まれる。温度を低めに保てば、夏場でも爽やかに楽しめる。さらに、デザートにぴったりのチョコレート、フォームだ。質の良いダークチョコレート 100g を湯煎で溶かし、レシチン小さじ 0.5 と炭酸ガスを加えてシフォン装置で混ぜ合わせると、数分で軽やかな泡ができ、冷蔵庫で十分に冷やせば口の中でふわっと溶けるフォームが完成する。ここで大切なのは、泡の表面張力を下げるレシチンの量と温度管理だ。エルベ、キスが示す最適温度は摂氏27度から32度で、室温がこの範囲にあるときに作業すれば安定した泡が得られる。ここまで、分子料理学の歴史や仕組み、実際の作り方、そして未来への展望について語ってきた。料理は単なる栄養摂取の手段ではなく、人類が長い時間をかけて積み上げてきた感覚と知識の結晶である。その感覚を科学で裏付け、新しい技術で広げていくことこそが分子料理学の使命だ。皆さんもぜひ、キッチンという小さな実験室で今日学んだことを試してみてほしい。失敗しても大丈夫だ。失敗こそが新しい発見への第一歩だから。続いて、分子料理学が切り開く新しい領域、時間と空間の再構築について話す。従来の料理は熱と時間の管理が中心だったが、最近はマルチスケール制御という考え方が登場した。これは食材内部の微細構造変化をナノ秒単位で観察し、光や音、電磁場を瞬時に加えることでタンパク質の形状を意図的にコントロールする手法だ。例えば低温で長く熟成させた肉に超音波パルスを数十マイクロ秒だけ当てると、繊維の結びつきがほどけ、驚くほど柔らかくなると報告されている。この技術はフランスの高級店で試され、客からは舌の上で溶けるような食感だと絶賛された。また、香りの広がり方を操るフレーバー、タイムラインという技術も注目されている。普通の料理では香りは空気中に拡散して感じられるが、ナノカプセルに香料を閉じ込めて食材に組み込むことで、加熱や圧力変化に合わせて時間をかけて香りを放出できる。これにより、食べ進めるうちに段階的に異なる香りが現れる演出が可能になる。具体例として、層になったゼリーに柑橘系エッセンスを3段階に分けて入れ、口に入れた瞬間は甘み、次に酸味、最後にほのかな苦みが立ち上がる体験が実現した。これは感覚心理学者との共同研究により、嗅覚と味覚の関係を数値化し、最適なタイミングで香りが届くよう設計された結果だ。環境配慮の面では、食品ロスを減らす廃棄物アップサイクルが進んでいる。料理店で出る野菜の皮や茎を酵素処理と高圧で均一にし、食感のあるジャムやペーストに変える技術だ。特にビーツの葉や茎を酵素で処理し、真空加熱で水分を抜いてから細かく砕くと、自然な甘みと土のような香りが残るビーツリーフ、コンフィチュールが出来上がる。この製品は都市部のマーケットで販売され、賞味期限が伸びるだけでなく、地域の農家の副産物活用にもつながっている。
教育の場でも分子料理学は科学理解の助けとなっている。東京大学の食品科学部ではキッチン、ラボラトリーというコースが開かれ、調理器具と分析装置を使った実習が行われている。学生は液体窒素で一気に凍らせる実験で氷の粒ができる仕組みを学び、続いて粘度測定でゲル加速度を評価する。得られたデータをもとに自分でレシピを考案し、最終的に結果を共有する。この流れは仮説立案、実験、分析、改良という科学的プロセスを料理という身近なテーマで体験でき、問題解決能力を高めると評判だ。さらに、フード、コードというオープンソースのレシピ共有プラットフォームが登場し、世界中のシェフや研究者が実験データや数式を公開している。利用者が食材と条件を入力すると、システムが熱伝導や流体力学の計算を行い、最適な温度や時間を提示してくれる。機械学習が過去データを学習し、個人の好みに合わせてホロ調整も行う。料理がデジタル情報と結びつくことで知識が蓄積され、誰でも高度な分子料理を再現できる環境が整いつつある。文化面でも、伝統料理と分子技術が融合し新しい食文化が生まれている。京都の老舗和菓子店では抹茶の苦みと甘みのバランスを数値化し、微粒子化した抹茶粉末を低温で凍結乾燥させ、口どけが早く風味が長く続く抹茶エアリーマシュマロを開発した。これは茶道の精神を大切にしつつ、現代の感覚工学を取り入れた例として話題だ。また沖縄の伝統的な泡盛の蒸留工程にエマルジョン技術を応用し、アルコールと米麹エキスを小さな粒にして再び蒸留することで、香りが層状に広がる多層泡盛が誕生した。飲むたびに異なる香りが立ち上がり、酒の体験が劇的に変わる。将来は遺伝子編集と分子料理の融合が予想される。CRISPR 技術を使い、甘みを感じるセンサーが高感度になる作物を育て、砂糖を使わなくても自然な甘さを強く実感できる素材として利用する試みが進んでいる。ただし、この分野は倫理的議論が避けられず、消費者が安心して受け入れるためには透明な情報提供と規制当局との協力が不可欠だ。最後に、分子料理学が示す。料理は実験であり、実験は芸術である。という考え方は日常にも応用できる。例えば朝食のトーストに塗るバターを、非常に小さな乳化粒子でできたバターミストに変えてみよう。口に入れた瞬間にクリーミーさが広がり、バター本来の風味がゆっくりと解放される。このような小さな工夫が毎日の食事に驚きと喜びをもたらし、食への関心を高めるきっかけになる。以上、最新の研究、実践例、教育や文化との融合、そして未来の展望まで幅広く伝えた。分子料理学は単なる調理技術の集合ではなく、人間が食と科学を通じて自己表現する無限の舞台だ。皆さんもぜひ、身近な材料と好奇心を武器に、キッチンという実験室で新しい発見を探してほしい。失敗は必ず次のヒントになり、そこにこそ本当の革新が宿る。さて、次回の人工知能というテーマに入る前に、忘れてはならない視点がある。分子料理学を支えた先駆者たちが、いかに常識という壁を壊してきたかという歴史だ。分子料理学の父と呼ばれるエルベ・ティスは、単に新しい作り方を考えたのではなく、料理界にある迷信を科学的に検証した。例えば肉を焼く前に塩を振ると肉汁が逃げるという説や、野菜を茹でるときに砂糖を入れると色が鮮やかになるという経験則に対し、厳密な比較実験を行った。料理人が感覚で言っていた作業を物理や科学の言葉に翻訳し、誰でも再現できるデータに変えたのだ。このやり方は当時の伝統的フランス料理界から激しい反対を受けたが、結果として料理は職人の勘から検証可能な科学へと高められた。この探求心をさらに体系化したのがナサン・マイボールドだ。彼の著書、モダニスト・キュイジーヌは単なるレシピ集ではなく、食の百科事典のような膨大な知識の集まりである。熱伝導の物理学や流体力学を用いて、低温調理が肉のタンパク質変化を最小限に抑え、
究極の柔らかさを実現する理由を理論的に証明した。特に真空調理であるスービードの精密な温度管理は、彼の手によって芸術の域まで高められた。彼が追い求めたのは、食材が持つ力を最大限に引き出す正解であり、まさにキッチンでの錬金術といえる試みだった。またハロルド・マギーの功績も大きい。彼の著書、オン・フード・クッキングは、食材の分子構造から調理中の化学反応までを詳しく解説し、世界中のシェフに衝撃を与えた。マギーが説いたのはメイラード反応の真髄である。アミノ酸と糖が加熱されて反応し、複雑な香りと褐色を生むこの現象こそがステーキの焼き色やパンの香ばしさの正体だ。マギーはこの反応をコントロールすることで、食材の風味を意図的にデザインできることを示した。こうした理論的背景があるからこそ、現代の分子料理ではゲル化や球状化といった驚くべき技法が可能になった。例えばアルギン酸ナトリウムと乳酸カルシウムを使った球状化は、液体を薄い膜で包み込み、口の中で弾けるキャビアのような粒を作り出す。これは単なる見た目の演出ではなく、味の出るタイミングをコントロールするための技術だ。料理の世界には目に見えない驚くべき科学が隠れている。レシチンで泡を作ると、食材の香りが空気中に広がり、泡が下状で消える瞬間に風味が一気に引き立つ。これは料理に空気のマジックを加えるような効果で、香りを閉じ込めて一気に解き放つことで味の純度を高めている。さらに食材の質感を変える試みも進んでいる。液体窒素で超低温凍結すると氷の結晶が極めて小さくなり、口当たりが驚くほど滑らかになる。これはアイスクリーム製造時に脂肪と空気の泡を分子レベルでコントロールする原理と同じだ。また高圧をかけて火を通さずに食感を変えることで、風味を保ったまま熟成させることも可能だ。まるで時間を早送りして味わいを深めているかのようだ。これらの技術はシェフにとって絵の具のような存在だ。食材を単なる材料ではなく、温度や圧力、酸性度といった変数を操る動くシステムと捉え、自由自在に変化させることができる。あるシェフは海藻由来の成分で温度に応じて溶ける速度が異なるゲルを何層にも重ね、食事が進むにつれて口の中で次々と異なる味のソースが溶け出す。時間を操った料理を作り上げた。まるで一口ごとに新しい味の物語が展開するようだ。分子料理が教えてくれたのは、料理は食材に対する科学的介入の連続だということだ。自然の法則を理解し創造に活用することで、これまで誰も味わったことのない体験を生み出せる。私たちが何気なく口にする一皿の裏には、何世紀にもわたる科学の進歩と探求心に満ちた人々の情熱が詰まっている。今、キッチンは単なる料理を作る場所から物質の性質を解き明かし新しい価値を生み出す研究室へと変わりつつある。そしてその先に待っているのは人間の知性を超えた AI との共同作業だ。データに基づく完璧なバランスと人間ならではの直感が交わる場所に次世代の食文化が生まれようとしている。この新しい世界では料理人とアルゴリズムが対話を重ね、レシピという設計図を AI が最適化する。食材の温度変化と時間経過を複雑な地図のようにマッピングし、各食材がどの温度でどう変化するかをシミュレーションすることで、最も美味しくなる加熱方法を瞬時に見つけ出す。これにより、経験と勘に頼った試行錯誤が一気に効率化され、数千通りの組み合わせの中から最適なパターンが瞬時に選択できる。味覚そのものを数値化する研究も進んでいる。舌が感じる甘み、塩味、苦み、うまみ、酸味を電気信号として記録し、AI に学習させることで個人の好みに合わせた味付けが可能になる。同じ料理でも食べる人に合わせてホロ調整されるのだ。ある高級レストランでは、客の過去の注文履歴や味覚テスト結果をもとに、その人にぴったりの調味料を自動でブレンドするシステムを導入し、満足度が格段に上がったと言われている。食材が調理される瞬間の変化もリアルタイムで観察できるようになった。
高速カメラと光を使った解析装置で熱や圧力が加わった瞬間の分子レベル変化を可視化し、データとして蓄積する。この情報は、例えば海藻から作った二重構造の球体を作る際に活用され、外側の硬さと内側の液体保持を数式で表し、最適な作り方を自動計算できるようになる。これにより、口に入れた時にパチンと弾ける感触と風味の広がりを完璧にコントロールできる。さらに料理に音を加える試みも始まっている。食べ物が口の中で音を立てることが味覚に影響を与えることが分かり、調理段階で特定の音波を加える装置が開発された。泡や霧状の料理に音の共鳴を持たせることで、舌触りと香りの広がりを同時に高める技術が生まれ、特にデザートでは見た目、香り、味、音の4つが同時に刺激され、忘れられない体験が作り出されている。これらの技術が統合された仮想キッチンでは、シェフと研究者が協力してデジタル空間に実際のキッチンを再現し、レシピのシミュレーションを行う。熱の動き、分子の広がり、味覚のフィードバックを瞬時に計算し、実際の料理に落とし込むときには最適な条件がすでに整っている。これにより新しい料理の開発期間は数週間から数日に短縮され、アイデアがすぐに形になる世界が実現している。技術の進歩とともに倫理的配慮も欠かせない。AI が生み出すレシピは、食材の持続可能性や地域資源を大切にし、無駄な加工やエネルギー消費を抑えるよう設計されている。例えば捨てられがちな食材の廃棄を減らすアルゴリズムは、栄養価と味をできるだけ残しつつ新しい料理に生まれ変わらせる方法を提案する。こうした取り組みは、未来の食文化が技術だけでなく社会と調和しながら進化していく道を示している。分子料理と AI の融合は、科学と芸術の境界を曖昧にし、料理という行為を新たな探求の場へと変えている。これからの食卓は見た目だけでなく、時間や空間、五感すべてが織りなす総合体験となるだろう。食べるという行為が知的冒険へと変わっていくのである。